ハンモックからの焚き火あったかい。テントよりも包まれてるからかあったかい気がします。これはハマっちゃう。今の気温1度。めっちゃ寒い。ハンモック耐えれるかな。冬のハンモックキャンプは天国と地獄。やぽぽーおゆちゃんです。ハンモックキャンプを極めてついにおゆちゃんも上級者キャンパーの仲間入りかも。ハンモック興味あるけどハードル高そうって思う方、こんなポンコツでもなんとかなったから大丈夫。宇宙一適当なハンモック講座。ハンモックキャンプ大島に入ります。前回本州最南端から串本大橋を渡って大島へ。本日のキャンプ場は南紀串本リゾート大島。チェックインを済まして早速キャンプ場散策。受付の横には売店があり、ある程度のものは揃います。カフェも併設されてます。今日は林間サイトに泊まる予定。林間サイト以外にもコテージと芝生のサイト、あとはグランピングもあります。芝生サイトもかなり奥行きがあって広いです。電源付きのサイトもあって、ハンモックがかけれるサイトもあります。大浴場はなんと一面海。最高のロケーションです。お風呂の後はドライヤー10分100円で使えます。1回200円の洗濯機と10分100円の乾燥機。林間サイトの炊事場、お湯も出ます。臨海サイトはこの奥にあります。秘密基地感満載。こちらが本日のキャンプ地。平日なので林間サイトはカンソロ。ハンモックリベンジするぞ。林間サイトも各サイトの横に車をつけられます。今日は1番のあたりに止まってます。ハンモックリベンジ。なぜリベンジかというと、前回初めてのハンモックキャンプ、寒すぎてめちゃめちゃしんどかった。昨日はハンモックで寝ました。めっちゃ寒かったです設営間違ってて途中落ちかけるし、風強すぎてタープも張れず、トラウマレベルで寒くてハンモックの隣にテントを張った前回のハンモックキャンプということで、今回こそハンモックくんと仲良くなって新しいキャンプの扉開いてやる。前回はあんなに難しかったのに、2回目のハンモック設営はめちゃめちゃ簡単でした。木にロープつけて、ロープに本体つけて、ポールぶっ刺したらほぼ完成。もやい結びを最近覚えました。ロープワークを制すものはハンモックを制す。もやい結びとトートラインヒッチを覚えたら劇的に楽になりました。これを輪っかに引っ掛けます。キュッ。今日はハンモックを椅子代わりに焚き火もしたいから低めに設置。前回何かわからなくて捨てかけたゴミ紐もちゃんとつけたので頭上が広くなりました。ちょっと取れてませんでしたが、ここまで来ました。あとちょっと。前回諦めたタープは今回も大苦戦。DD タープは貼り方次第で折り紙みたいに無限のアレンジができる武骨アイテム。初心者のおゆちゃんには正解がなくて逆に難しい。ハンモックスタイル完成。いい感じです。目の前には木陰の海が広がってます。ではでは、初めてのハンモックおめでとうゆうちゃん。ハンモックから乾杯。若干タープミスってて頭上が窮屈そうですが、おゆちゃんの喉をビオネジャネイロうまい。ちょっとね、タープとか貼り方合ってるかわかんないんですけど、一応今日はこれでやりたいと思います。お尻隠して頭隠さず、ハンモックの後ろに謎の広場ができるくらいに張った位置が後ろすぎた。その結果、前室ほぼなしの丸出しキャンプスタイルになってしまいました。タープって奥が深い。お風呂に入ります。設営後にお風呂入れるの最高。温まった体を焚き火でさらに温めます。夜の雰囲気もめっちゃいい感じです。
ハンモックからの焚き火もいい感じです。あったかい。テントよりも包まれているからかあったかい気がします、いつもより。新しいことを始めるのってめんどくさくて後回しにしちゃいがちだけど、始めた先にしかない幸せがあるんだよな。こりゃハマりますな。こりゃハマっちゃう。さあ、本日スーパーで 30% オフのつくね串と鶏皮を再炙りしていきます。賞味期限切れの焼き鳥温め直したのでいただきます。大丈夫かな。お腹痛くならないといいけど。昨日スーパーで割引の焼き鳥買ったの忘れてた。お腹は弱めのお湯ちゃんだけどポンポンペインせず無事でした。ハンモックのね、穴が開きそうで焚き火から離れてます。かす焼きそば完成しました。美味しそう。いただきます。うますぎ。熱々。焼きそばといえば黒霧のソーダ割り。乾杯。おはようございます。日の出見れるかな。あの辺からおそらく日の出が出ると思います。超夜型人間のおゆちゃんにしては珍しく早起きしたのに、ハンモックでゆらゆらしてたら二度寝してた。月目覚めた時には太陽ギンギンしてました。毎日言ってるけど明日こそは早起き頑張るぞ。めっちゃ気持ちいいハンモック。ハンモックで目覚める朝は明るすぎて起きた瞬間焦る。一瞬まだ夢の中かと思うくらいここはどこ状態で目覚めるので、合法で天国気分味わいたい人におすすめです。洗濯機待ちです。12時チェックアウトが嬉しい。洗濯機待ちの間に朝風呂と朝ごはんタイム。ゆずソーダゲット。顔面のむくみ具合からわかる通り、昨日飲みすぎ食べすぎたので朝ごはんはジュースだけ。美味しい。デトックスしてくれそうな青く澄んだ空の下と飲み物で昨日の暴飲暴食がゼロクリになりますように。そんな願いも虚しく、分厚い脂肪は蓄積されていくんだよな。朝のまったりタイムを終えて秘密基地に戻ってきました。ハンモックキャンプ2回目は無事大成功。喧嘩してたハンモックくんと仲直りできました。ではレッツお片付け。今日は白浜方面に向かうため、途中の道の駅すさみでお昼。せっかく海沿いだし海鮮って思ってたのに売り切れ。海鮮の口から急遽インドの口に。カレーとお味噌汁というインドと日本の交換留学みたいなメニューにしました。皆さんはルーとご飯の比率上手に食べれるタイプですか？おゆちゃんは子供の頃はルーが足りなくなるタイプだったけど、大人になってから改善しようと意識しすぎた結果、ルーが余るようになりました。ルーが余るからご飯をおかわりする。私のわがままボディはカレーがルーツなのかも。来世は意識しなくてもルーをきれいに使い切れる大人の女性になりたいものですな。最後はやや残ったルーを吸い込んでごちそうさまでした。すさみ町ではイノブタっていうイノシシと豚のハーフが特産品なんだって。結婚おめでとう。和歌山県は名物がたくさん。みかんに桃に紀州梅、和歌山ラーメンにしらす丼。中でもおゆちゃんの大好物はめはり寿司。高菜の葉で巻いたおにぎりでコロッケお母さんの得意料理。今日のお酒のお供に買っていく。今日の受付はこちらのホテルだそうです。グランパスシー。こちらは和歌山の観光地白浜エリアになるキャンプ場。系列ホテルの温泉に割引で入れるのが嬉しい。一区画は小さめなので少人数キャンプがいいかも。水回りは綺麗で使いやすいし、トレーラーハウスもあるのでテントがなくても楽しめそう。今日は簡単にワークマンテントサクッと設営してちょっとお出かけ。白浜エリアは観光地がたくさん。せっかくなので千畳敷と白良浜へ。とはいえ観光は苦手なお家ちゃん。それぞれ滞在時間10秒爆速で観光してきました。観光してホテルの温泉入って今日のやることリスト完了。あとは乾杯するだけ。キャンプ場に戻るとちょうど日が沈むところでした。では本日も一日お疲れ様でした。
乾杯。おゆちゃんの喉をリオネジャネイロ。美味しい。本日のおつまみ、じゃーん、めはり寿司です。和歌山の名物。さっきちょっと実は2つつまみ食いしちゃったんですけど、いただきます。美味しい。間違えた。じゃーん、焼きニンニク作ったら黒ニンニクになっちゃいました。食べれるとこだけ食べていきます。あ、ニンニクうまい。でもうまいけどもったいない。ほじくってね、この中を。うまい。さあ、しわしわの麦茶おかわりします。最高かよ。やっぱり冬も生がいいよね。また泡。朝ごはんはキャンプ場の自販機で買ったカップ麺。結局こういうのが幸せ。朝ごはんのキムチラーメン。卵入れました。朝ごはんのキムチラーメン。いただきます。朝からキムチラーメン食べちゃいます。まずは卵を崩してキムチシャキシャキ。辛そう。辛っけどうまっ。辛い。うまい。飲んだ次の日の朝ごはんはラーメンすすりたくなる、これはお酒を分解するための栄養を体が欲してるから。ってことは飲んだ後のラーメンは健康食品なの？ Google 先生に聞いてみたところ、脳の一時的な錯覚らしい。脳と一緒に体も錯覚して食べた分だけ痩せればいいのに。とりあえずおゆちゃんはまだ栄養不足みたいなので、このキムチの中に昨日炊いてたご飯を入れておじやにします。美味しそう。美味しい。またもや脳がバグって体に必要以上のカロリー投入。体も心も満たされて健康体。ごちそうさまでした。お昼ご飯を食べに道の駅へ。こちらの道の駅、口熊野は熊野古道とつながってる。ここが熊野古道の入り口みたいです。熊野古道より食い気のおゆちゃんは店内へ。朝ラーしたことなんてすっかり忘れて、和歌山ラーメン着丼。いただきますますメリークリスマス。カップラーメンと丼ラーメンは象とキリンぐらい別物。違う種類だけど動物園だとよく同じ檻にいる。カップラーメンと丼ラーメンもおゆちゃんの胃袋で共存できる。社会不適合なおゆちゃんもいつか誰かと共存してみたい。もし勤務先が動物園だったら草食動物たちと一緒に草食べて暮らしていくので、今のうちにカロリー摂取しておきます。ごちそうさまでした。そういえば和歌山に入ってから1回も雨が降ってない。日本で5番目に晴れの日が多い県なんだって。和歌山晴れキャンプラストは紀の川市の KPC さんへ行きます。和歌山旅は観光地とキャンプ場の配置がバランス良くて回りやすかった。カンソロキャンプ。薪は使い放題になってます。設備は必要最低限だけど綺麗なトイレがあって嬉しい。今日もハンモックスタイルです。当日予約だったのに快く受け入れていただいて大感謝。開拓中の武骨なキャンプ場。周りに明かりが一切ないので夜は真っ暗キャンプ。カンソロキャンプスタート。乾杯。寒くてもキンキンキン麦でリオネジャネイロ。ただいまの気温1度。めっちゃ寒いです。やばい。ハンモック耐えれるかな。焚き火はガンガン燃やしてますが、寒すぎてストーブが散りました。寒い、マジで。
寒いのにキンキンの金麦飲んでます。寒すぎるので豚汁うどん食べます。静岡で買ってたげんこつを今から熱燗にしていただきます。寒すぎて豚汁うどんがキンキンに冷えたような気がしますが、でも大丈夫かな、あったかいかな、わかんないもん、手の感覚もないから。ではでは豚汁うどんいただきます。熱いかも。ぬるくて美味しい。気づけば3食連続で麺すすってる。もはやキャンプ系 YouTube やめて麺系 YouTube に転向しようか。そして熱燗もいただきます。これは温まる。めちゃくちゃうまっ。カップ麺がぬるいのか、お湯の内臓が冷え切ってるのか、とにかくこんなにぬるい豚汁うどんは初めてで戸惑うけど、本気出す前からこのうまさはまるちゃんの企業努力すぎる。美味しかった。あとはスープをぬるいでも文句言わずに食べなさい、おゆちゃん。震災の時とか水でカップ麺作るって言うし、これだけ美味しく食べれるなら夏場とか水カップ麺もありかも。ごちそうさまでした。卵とじうどん朝ごはんにいただきます。いただきます。うまっ。おゆちゃんまた麺すすってるよ。動画で見てると気になるけど、この時の本人無自覚です。意識しないと4食麺になる女。もう麺ちゃんに改名しようかな。麺で体力満々になったので気合い入れてお片付け。ハンモック3回目にもなると虚無撤去ゾーンに入ります。ここで虚無ってられない事件が。早速ハンモックに穴開けてしまいました。まあでも使えるからいっか。立ち直りの速さ宇宙一。ハンモックくんごめんね。穴が開いたところから避けてお尻が突き破れるまで使うよ。ハンモック買う予定のある方、焚き火のパチパチには気をつけましょう。マイカって子供の頃は良くない言葉だと思ってたけど、今は最強の言葉だと思ってる。この言葉叫んどけば大体ストレスなくなんとかなってる。会社員時代はこの精神でなんとか上司に怒られたけど、それすらもマイカって思う社会不適合なやつでした。人の迷惑にならない時だけマイカのおまじないを使いたいと思います。とりあえず今日はどこで眠ろうかな。今日寝るところも決まってない行き当たりばったりな旅だけど、まあいっか。数時間後にはまたどこかで爆睡してるであろう自分にワクワクしながら出発。ということで本日もご視聴ありがとうございました。少し前の動画のエンディングで中国製のガスストーブを買って速攻壊れた話をしたんですが、実はダメ元で販売元にメールを送ってました。1ヶ月以上何の音沙汰もなかったので諦めて別の商品を買ったところだったんだけど、なんときの交換品が届いてました。意識高いのか低いのかよくわからない対応だけど、とりあえず交換してくださって感謝です。ただおゆちゃんの手元にはなぜかストーブが2台。やや持て余してるけど、おかげで今年の冬はあったかく過ごせそう。キャンプレベルも YouTuber レベルもまだまだ底辺な私ですが、これからもクスッと笑える動画をお届けできるよう頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではでは、バイバイチー。